いやー、またちょっと死にたくなってますよね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブなチャンネルようこそということでね、まだ始まりましたね。そうなんですよ、皆さんね。お元気ですか？このチャンネルはね、絶望に瀕している、また絶望の真っ只中にいる、悲しみでいっぱい、苦しみでいっぱいな人たちと共にいつもいるネガティブマンがね、あなたのそばにいつもいますよ。ネガティブマンがね、共に悲しみ苦しみを分かち合いましょうね。二人ならば半分って言うじゃないですか。悲しみもね。3年ぶり第2弾ね、オリンピックについて思うこと。今ちょっと自分でね、自分の顔をモニターで見てみて思ったんですけど、なんかちょっとモナリザみたいですね。薄汚いモナリザ。まあそれはいいんですけれどもね、3年前に言ったことを全く覚えてないですけれども、とにかく大体同じなんじゃないのかなと。ね、若い頃に比べてオリンピックに対するなんかこう期待感というか楽しさみたいなものはないですよね。全く違う世代だし、なんて言うんでしょうね。共感できる文化も何もないですしね。何より彼らは親ガチャだろうとなんだろうと、とどのつまりは己のね、才能ガチャにたっぷりとね、当たっている。大当たりした人々なんでね。そういう人たちがね、私もね、先ほど挙げたね、先日挙げたね、パラリンピックに出場できる資格を持ってるんだね。ぜひ出たいんですけれどもね、人生障害者1級ですからね。なんか5種目とか10種目とかね、同じ人生障害の世界中の人と戦ってね、3つも4つも金メダル取れる実力がありますよ。彼らはもうね、親ガチャ遺伝子大当たり勢ですからね。私みたいなね、結構足の速い男でもね、英才教育をどんなに受けようともね、彼らには負けるでしょうしね。やっぱり才能ガチャがね、才能ガチャが素晴らしい人たちをね、劣っている人間が応援してもしょうがない。そこで思い出されるのはね、3つの S ですね。3つの、3つの S ですよね。3つの S。スクリーン、スポーツ、セックスね。我々はいつも騙されますね。スクリーンって言ったら、この動画もそうですよ。スクリーンですよ。YouTube もスクリーンのうちの一つですからね。騙されてますよ。私は騙しませんけれどもね。そういう意図はないですけれど。他のね、いろんなね、芸能人だったり、犬猫とかね、うさんくさくね、金をむしっていこう、ね、サロンに誘導して詐欺的なね、チャンネルたくさんありますから、もうスクリーンに騙されちゃいけませんよ、皆さん。ね、そしてセックスにいつも騙されていますしね、そしてスポーツですよ。オリンピックはね、スクリーン、セックス、スポーツの最たるものでしょう。これでね、普段見ないフェンシングとかね、体操とかね、そういうものを見てね、熱狂できるかっていうとできちゃう人たちがいるんですよね。
私もね子供の頃は割とそうでしたね。そうね、投げやりとかね、投げやりとかあれじゃないですか、砲丸ハンマー投げとかね、どこでやってるんだって話じゃないですか。そもそも素人が気軽にできないスポーツをスポーツと呼んでいいのかっていうね、そこはすごく疑問ですよね。例えばスケボーとかね、まあ言うて柔道とかね、マラソンとかなら分かりますけどね、やり投げとかね、それは気軽にできないですよね。そうなんかね、競技場に例えば土日とかね行ってね、いろんな世の中陸上競技場に行ってね、やり投げやりたいですって言ってね、レンタルできますかって話ですよね。危ないですしね、素人が使うにはね、ハンマー投げもそうですけど、なんかそういうね、冬季オリンピックにおけるなんてでしょうね、なんでしょう、あれですよ、なんかね、なんか危ない競技たくさんあるじゃないですか。あんなのね、気軽に一般人が行えないものをスポーツと呼んでいいんだろうかってね、割と疑問ですよね。なんかスケートとかならいいですけどね、なんか一般人が気軽にできないものをね、なんか無理やりスポーツにするのはどうなんだろうっていうね。ブレイクダンスとかね、なんか今回からやるようですけれども、まああれの方がちょっとは理解できますよね。まあ若い子ならできそうじゃないみたいなところあるじゃないですか。別にね、ストリートでもなんだろう、私の住んでるところでもなんかこうツルツルした路面のね、駅ビルのツルツルした路面のところでね、夜遅くやっているようなね若者を見かけたりしますよ。ああいうね、床にくるくるするようなね、そういうのはわかるじゃないですか。やり投げとかね、走り高跳びもね、陸上競技場に行ってやりたいですって言ってやらせてもらえないのはスポーツとしても欠陥なんじゃないのかなと思いますけどね。気軽にやれないそうね、東京オリンピックにおけるジャンプ競技みたいなね、やらせてくださいって、素人危ないでしょ、どう考えたってね。まあね、まあいろいろね思うところはありますよね。東京オリンピック、そうね、あれですよね。まあね、大谷の試合ばっかり見ている私が言うのもなんですけれどもね、そうね、才能に恵まれている人たちを応援してどうするんだ、ね、っていうね、虚しさはすごくね悲しくなってきますよね。オリンピアンですからね、彼らはね、オリンピアン、羨ましいですね。私もですからパラリンピックね、人生障害一級なんでね、ぜひとも参加してね、オリンピアンが出たフィールドでね、フィールドを使ってね、こうね、戦ってみたいなと思いますけど、人間を騙すこの3つの S に関わってますからね。そんなの見たってね、私たちのお賃金や、ね、何か入ってくる副収入が増えるわけではないですからね。生活が楽になるわけでもないし、またね、冒頭申し上げたように労働のことを考えるとね、いや労働だけじゃない、人生のね最終盤のことを考えるともうね、ちょっとねしばらくぶりに出てなかったなんか本当に嫌な気持ちというかね、死にたい気持ちがまたね蘇ってきますけれどもね、キラキラした瞬間がなかった人生の人たちはどうしたらいいんでしょうね。ですからオリンピックね、オリンピックについて思うこと2つ目3つ目、あれですよね。東京オリンピックの開会式に比べてね、どうなんだと、パリオリンピックはどうなんだと、私は全然まともだと思いますけどね。
そうインパクト勝負じゃないですか、開会式なんかね。いろんなオリンピックの開会式を忘れてもね、例えば1984年のねロサンゼルスオリンピックの開会式なんか私ねよく覚えてますよ。やっぱりねやっぱ衝撃的でしたよね。なんかねすごくねなんかそうなんかジェットエンジンを積んでいそうなね人が上空からねこう命綱もなしに降りてくるみたいなね、すごい宇宙人っぽいなんかね演出とかよく覚えてますけれどもね。とにかくね日本が最低ですよ。でもパリオリンピック下品だとか言いますけど、フランスっていう国はそもそも下品ですからね。エログロ発祥地みたいなところがありますからね。そうあれの何が下品なのかよく分かりませんね。メタル音楽に対する侮辱ですね。そうだから下品いや気持ち悪いけれどもよかったんじゃないですか、インパクト的にね。だって最後はセリーヌ・ディオンのね歌で締めるっていうのは非常にね感動しました。そうセリーヌ・ディオン98年か99年私東京ドームで見てますからね。全盛期ね。ああいういろんなね夫とか子供をね早くに亡くして自分も難病に苦しむね、こう前半章と後半章が全くね別物のセリーヌ・ディオンのなんかこう苦しみに満ちたねそういうのを乗り越えてねもうおそらくあとは死ぬだけっていう彼女のね歌声にもうひどくね感動してね涙を流しましたよ私なんてね。そうですね。ですからいいんじゃないですか。非常になんかこうほらいろんな花火だったりとか派手じゃないですかね。いろいろな演出頑張ったなみたいなところ日本のね中抜きオリンピックにおけるこじんまりとしたよくわからない芸人オリンピックわけのわかんない芸人がね面白いならいいですけど面白くもないね滑りに滑った芸人オリンピックの開会式あれはひどかったですね。もう素直にアニメとかねゲームのキャラクターとかいっぱい出してねもうオタク国家日本でね良かったんじゃないですか。今回のフランスだってねいかにもフランスだなっていうところをねいっぱい出したじゃないですか、ね、2012年のロンドンだって同じいかにもイギリスだなっていうねジェームス・ボンドが出てきたり女王様が出てきたりね日本も同じくやればよかったんですよね。アベマリオで期待させておいてね本番であれはないですよね。全部中抜きが悪いんですよね。日本って本当に中抜き国家になり下がりましたよね。なんて言うんだろう中国とか韓国ですらねそういうアジアの停滞の一番の原因であるそういう中抜きだったりコネ文化みたいなものはもうアジアの停滞でもう大昔から言われてるからもうやめようよっていう流れの中ね頑張ってそういう汚職とかやめようよっていう流れの中ねもう日本だけはねもうなんか東アジアの悪いところを凝縮したようなこうね中抜き社会ね格差社会に向けてまっしぐらですからねもうどうしようもないですよね。もう滅んでますけどね日本はもうすでに滅んでます、滅んでるんですよね。あとは世界を滅ぼしていくだけだとね世界を滅ぼすチャンネルの運営者としてはね思いますけれどもね。ですからフランスの開会式は正解でしたよね。非常に正解でした。最後の最後でねネガティブマンを泣かすなんてなかなかできないですよ。そんな感じですよね。またあれじゃないですかオリンピックってなんていうんだろう他のメジャースポーツに比べてですよ今回の柔道でもありましたけど
ね、ルールが分かりづらい、ね、フェンシングとかもね、ルールが分かりづらい上に、ね、誤審をする、ね、誤った審判、もう柔道ダメじゃないですか。もう毎大会誤審だらけでしょ。そう、そしてそれをね覆すこともできない以上ね、スポーツとしては終了なんじゃないですかね。だからそういうオリンピック競技においてはそうじゃないですかね。冬季五輪でもなんかね、ジャンプ競技とかもそうでしたけど、マイナーだからこう、なんて言うんだろう、多分ですけど、いろんな圧力だったりね、こう権力を握ってるやつの力が強いんでしょうね。だからもう八百長、ある意味のおいてのこうルール改正だったり八百長だったりっていうものがね、やりやすいんだと思いますね。まあ、そういった意味でもちょっと見る価値はないんじゃないのかなと思いますね。でもね、ここまで今7月30日時点ですごくね金メダルいっぱい取ってますけれどもね、運よくね、なんか盛り上がってないですね、いまいちね。そう、まあね、まあみんな気づいたんじゃないですかね。なんか私が若い頃や子供の頃の時よりも全然盛り上がりがないですね。やっぱり我々一般庶民のね生活が苦しいっていうのも現実的な問題としてあるんじゃないのかなと思いますね。そう、増税でね、可処分所得は減り続ける一方ですからね、賃金は上がらないしみたいなね。そうでも大昔のオリンピックだってね、日本人貧乏だったじゃないかって言いますけれど、それはほら右肩上がりで上がっていく途中ですからね。そう、あとみんな事情が分からなかったから、いろんなね利権だったり、あと本当にね、あの当時のオリンピックはほら、なんだろう、本当にアマチュアのみの祭典でプロの出場は禁止されてましたからね。プロの出場が解禁されたの多分88年のソウルぐらいからでしょう、多分ね。そうなんですよ。ですから昔のオリンピックは純粋に本当にね、プロじゃない人たちの祭典でしたからね。そう、応援も素直にできたんじゃないですかね。また昔は娯楽が少なかったっていうこともね、オリンピックについて思うことの4つか5つ目ですよね。娯楽が少なかったですからね。映像そのものがね、こんな YouTube もないし、テレビぐらいしかないし、映像としてはね。そういうのもあって面白かったんじゃないですかね。そう、ゲームもまだね発達状態ですしね。今みたいなね娯楽がいっぱい溢れてる時代じゃないですからね。だから盛り上がったんじゃないですかね。こうあんまり興味ない人もオリンピック見るぐらいしかしょうがねえなみたいなところあったんですかね。そう、また同調圧力も強かったですね、昔はね。今ね、私もね、大体オリンピック時間が合わないですよね、ヨーロッパになったら絶対ね。そう、ヨーロッパの時間ってね、ヨーロッパ時間におけるなんか盛り上がる向こうの夜中の7時、8時、9時、10時ぐらいはもう、日本はもう真夜中ですからね。それは盛り上がらないですよね。ヨーロッパ時間だとね。そう、まあね、そういうこともありますとね。そうですね。あとは何でしょうね。そう。あとはね、オリンピックね。やっぱりね、オリンピック自らの悲惨なね生活っていうことを考えるとね、オリンピックで青春を謳歌している人たちは羨ましいだけであってね、あんまりね自分が本当に昔から興味あるような競技以外ではね、またルールが分かんないかったりとかね、こう競技規模が分かんなかったりするのに金メダルってあんまりね
見てるこっちとしてはなんかあんまり感動もしないのかなと思いますね。そう、なんか例えばカーリングとかって東京オリンピックのね、カーリングとかってほら初見であってもなんて言うんだろう、なんとなくみんなルールが分かるみたいなところあるじゃないですかね。中心に石を置けばいいみたいなね。で頭脳戦だったりとかね、ゆったりと見られたりとかね、なんとなく人気が出るのっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。馴染みはないけれどもね。夏季オリンピックはみんな馴染みはあってもなんかね、もう一瞬で終わるものが多いじゃないですか、ね、一瞬で終わりますからね。なんかそう盛り上がれないところありますよね。そう、まあそんな感じですかね。皆さんもね、オリンピック見てるのかどうなのかね、私に教えてくださいね。苦しい人生、またはねブラックロードをなるほど、わかりました。またオリンピックを楽しめる人ってまたあれですね、夏を楽しめる人と同じでですよね、3種類の人間しかいないんじゃないですか。3種類の人間しかいないんじゃないですかね。お金持ちと子供と無職ね。お金持ちはほとんど労働してませんからね、夜中でも見れますしね。なんならフランスに出向いて見れますからね。開会式も閉会式もね。そうね、豪勢なホテルだったりに泊まりながらね、そうね、暇つぶしに見に行けますからね。昔ほらなんかオリンピックのたびにこうね、金の日の丸がついた扇子を持ったおじいちゃんね、なんであの人暇なんだろうって思ってましたけど、大金持ちでしたからね。そういうことですよね。あとやっぱり無職は無職でね、僕は無職に憧れてますけど、またね昼夜逆転でも構いませんから、またね、そうまたいろんなね選手の背景とか調べられる時間もありますから、もうたっぷりありますからね。競技のルールを理解する時間もたっぷりありますから、もうね無職もねニートもすごい楽しいでしょうね、オリンピックね。あとやっぱ子供ですよね。ちょうどねオリンピックやる時期はもう間違いなく夏休みですからね。そうオリンピックを見るんだっていう言い訳でね夜中まで見られますしね。そうまたあれじゃないですか、子供たちはね、自分も大きくなったらバレーボール選手になりたいなとか、バスケ選手になりたいなとかね、足が速いから陸上選手になろうかしらとかね、こうね無意味な万能感、俺はできる私はできるみたいなね万能感によって間違いなくね楽しいでしょうしね。どうせ夏休みだし暇だしみたいなところもありますからね、たっぷり見られるでしょう。そう子供の時代オリンピックが割と楽しかったのは、こう自分もいつか参加できるんじゃないかみたいなね。またはね子供たちから見ればね、お兄さんお姉さん大人ですからね、なんか頑張れみたいなところがねきっとねあったんでしょう。子供は純粋ですからね、利権とか中抜きチューチューとかは知りませんからね、純粋に楽しめたんじゃないですか。またね私も子供の頃を思い出せばね、なんかこうオリンピック独特の緊張感ってあるじゃないですか。なんかねこうミスが許されないようなね、なんかヒリヒリした一世一代のねああいう感覚で見られるんでね、他の世界大会とか割とねそんなにヒリヒリしてないですけど、ね、オリンピックはさすがにヒリヒリしてますからね。またいろんなね、逆に言えばこういろんなミスが重なってね、悲劇の敗退みたいなのもね涙を誘ったりね、または奇跡の逆転劇みたいなのもありますからね、子供たちにとっては楽しいでしょうね。そう夏を楽しめる人ね3選ね、無職大金持ち、無職金持ち
ね、子供たちと一緒にね、オリンピックを楽しめるのもまた金持ち無職子供たちですね。ということ、もう最後にね気づけてよかったですね。ということでね、オリンピックについてまたね思うところを述べてみました。3年ぶり第2弾、ね、皆さんといつも皆様の苦しい人生のそばにいつもネガティブマンがいますよ。それでは明日にも今日にも世界が滅びますように。じゃんけんをいたしましょう。最初はグー、じゃんけんほう。世界が滅びろという拳のねグーでしたね。ではまたお会いいたい。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。世界を滅ぼす励みになります。ネガティブマンでした。